皆様ピザンマイでお過ごしですか？いつもご視聴ありがとうございます。早速チャンネル登録してくださった方、高評価ボタンしてくださった方、ありがとうございます。とっても励みになっております。この番組が少しでも面白かったよとかためになったよっていう方はよかったらチャンネル登録、高評価ボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。今日は夏の疲れを取り去ろうのセルフケアシリーズ第1弾、美と癒しのヘナトリートメントをお送りしたいと思います。我が社のカマラヘナとその他アイルベーダハーブを使ってご説明させていただきます。カマラヘナはインドのラジャスタン地方で育った天然 100% のヘナの葉だけを厳選し、より粒子の細かいパウダーにしました。髪になじみやすく短時間でヘナの色が定着し、張りとこしのある美しい髪と頭皮のケアができるのが特徴です。でこちらのナチュラルヘナ、もう封はね開けてありますけれども、トリートメント効果が高くキューティクルを保護し、髪にツヤとコシがよみがえります。葉に含まれる成分が白髪をオレンジ色に染色し、黒髪は回数を重ねるごとにトーンアップしていきます。血行や新陳代謝を促進し、体に溜まった老廃物を排出する働きが認められています。インドでは富と吉祥の女神ラクシュミーがこよなく愛した愛と幸福のエネルギーを持つ薬草として親しまれています。次はインディゴですが、頭皮を殺菌し、毛穴に溜まった余分な皮脂や老廃物を除去してくれます。単独で白髪につけると淡いグリーンやブルーになります。ですがヘナと一緒に使うことで白髪がブラウンやダークブラウンになり、回数を重ねると黒さが増していきます。3つ目がハーバルミックスです。こちらは私のオリジナルレシピで作らせていただきました。アーユルベータハーブが7種入っております。1つ目がハイビスカス、血液を浄化して美肌を作り、月経過多に効果的で神秘的な力を与えます。2つ目が白檀、抗菌消炎作用があり、心を穏やかにして瞑想を促します。私がこれをね作った時にはインドの関係者の方からこの白檀が高価なねハーブなんですけれども、今後ねこれから先取れなくなる可能性があるので入れるのはどうかなってアドバイスいただいたんですけども、瞑想を流してねとてもいいねリラックス効果をね得られるので、どうしても入れたくて入れたんです。3つ目がブリンガラージ、老化防止、髪を黒くして育毛を促進し、精神を休ませて深い眠りを促します。このブリンガラージはね髪の王様と言われているアイルベーダハーブなんですけれども、とっても有益性の高い素晴らしいハーブなんです。だから入れました。4つ目がミルラ、若返り、解毒作用、婦人科系トラブルに役立ち、抑圧された感情を解放します。このミルラはねとっても女性に大人気のハーブで、私も大好きなハーブです。で5つ目がバラ、ホルモンのバランスをとり、肌の弾力を増し、愛の象徴で情緒を開きます。で6つ目がアーマラキ、ビタミン C が豊富に含まれている天然のトリートメントの実です。髪にツヤとボリュームを与える全身の強壮剤でもあります。これはね別名看護師さんっていうね名前があるほどねビタミン C がとってもいっぱい入ってるんですね。で猫っ毛の方とかね、髪にボリュームがない方がね、このアーマラキーを使うとすごいボリュームが出てくるんですね。天然のトリートメントの実です。
で最後7つ目、歯科快になります。サポニン成分を含有している実で、油分を取りすぎない優しい天然の石鹸です。拭きを取り、髪をしなやかにして地肌を洗浄します。でこの歯科快はね、アンマラキーとは逆にボリュームがありすぎて少しうねりがあったり癖があったりする方が使うとサラッサラになってね、ボリュームダウンしてね、使い続けていくとね、だんだん癖がなくなってしまうんですね。はい、この子もすごい優しい天然の石鹸の実のハーブです。以上7種類になります。トリートメント効果があったりね、解毒効果のためにね作りました。我が社では自分でできるヘナトリートメント講座を開催しております。ご興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをチェックください。そして最寄りのヘナセラピストにお問い合わせください。よろしくお願いいたします。また美山米椿油ご興味ある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ご確認よろしくお願いいたします。それでは早速トリートメントの仕方に入っていきたいと思います。用意するもの、カマラヘナ、インディコ、ハーバルミックス各種、あとはお湯ですね。これは第2回目の時に作った良薬にもなり得る美山米剤、こちらで今回ヘナのペーストを作っていきます。粒子がとっても細かいので滑らかなね極上のヘナペーストができるんですね。髪になじみやすくて地肌にも浸透しやすいのでおすすめです。ぜひこちらで作っていきましょう。あとはスプーン、このカレースプーンみたいのでザクザクと入れていきます。通常の大スプーンで大丈夫です。続きましては、泡立て器、ステンレス製のものがいいです。シャワーキャップですね。市販で売っているもの、ない場合はサランラップで大丈夫です。代用できますので、はい、あとはビニール手袋ですね。こういった台所で使うようなね、割とフィットするものが使いやすいです。あとは汚れてもいいタオル 2,3 枚、仕上がった後頭に巻きます。ヘナペーストが落ちないように。私のおすすめはもう散々何回も洗ってクタクタになった薄めの温泉タオルみたいなもの、一番巻きやすくて使いやすいです。で汚れてもいいもの、洗えばねヘナペースト落ちますけれども汚れが目立たないこういう茶色っぽい、あとはケープですね。ビニールのものもありますけれども、私はこういったバスタオルのようなやはり汚れてもいい茶色ねものをこうやって巻いてボタッと落ちる場合もありますのでつけてる途中で、はい、次はボウルですね。ステンレス製のものやガラス製のものをおすすめします。あとはハケ、うちのスクールなんかではねこういったハケを使ったりします。半分ハケ半分串になっているもの、今日はこれは使わないです。普段ね簡単にできるやり方でやっていきます。あと椿油ですね。大スプーン 1,2 杯ほど入れます。入れてあげることによってね粉が滑らかにより滑らかになります。で私はこの椿油がとっても大好きなんですけれども、昔からね日本ではね髪とかねいろんな目的で使われてきました。この椿油は昔ながらの伝統製法で一滴一滴高級和紙を何枚も重ねてゆっくりと酸化値を下げて薬で洗ってない極上品なんですね。なので安心して地肌のトリートメントとかこういったヘナとかに使います。おすすめです。それでは早速ヘナペーストを作っていきたいと思います。
私の書籍をお持ちの方は31ページの色味表をご参照ください。お持ちでない方はホームページのカマラヘナのところにヘナパンフレットの PDF を設置しております。どうぞご参照ください。私は暗めが好きですのでブラウンで今回は作っていきたいと思います。明るいのがお好きな方はライトブラウン、もっと暗めがいいという方はワイン系ブラウンをご参照ください。それではヘナを1、2、3、4、インディコを1、2、3、4。今回は夏の疲れをしっかり取りたいのでハーバルミックス2のところを大さじ3杯入れたいと思います。1、2、3。それでは材料入れ終わったので三昧剤を入れていきます。いい匂い、畳の匂いというか、ざっと混ぜましたら刻んまい椿油を入れていきます。夏の疲れをねしっかり取りたいので大さじ1、2杯のところを少し多めに入れます。1、2、3杯入れます。3。それでは混ぜていきます。やっぱり油を入れるとねまろやかになっていきますね。いいですね。マヨネーズの少し柔らかいぐらいの硬さですね。まだ熱いので少し冷ましてから紙に塗っていきます。ではこのまま少し置いときます。そうしましたらここにねパッチテストを今でもします。ちゃんと私は美容師の時にね薬品アレルギーで全身ケロイド状態になってしまったので時々インディコにかぶれてしまう時があるんですね。脱脂の力がありますので油を抜く力がで季節の変わり目になるとね全く油が出なくてねガッサガサになる時があるんですね。私の肌がそういう時にインディコが使えなくなったりするんですけれども、ヘナでね
アレルギーが出たっていう方はほとんど聞いたことないです。今まで30年やってきて。ただ肯定反応が出るのでね、ヘナは、でもインディゴはね、時々かぶれる方、アレルギーある方いらっしゃるので、季節の変わり目とかね、必ずこうやってパッチテストをやってください。しばらく置いてかゆいとか痛がゆいとかあったら、インディゴをね減らしてみるとか、インディゴを抜いたヘナやハーバルミックスでやってみるとか、ヘナだけで最初はやってみるとか、いろいろお試しください。ただ私がねインディゴが大好きなもので、ブルネットの黒髪が大好きなんですね。だからねインディゴ使えないの本当に悲しい時ありますね。なので一応こういったねパッチテストやってみてください。でしばらくこのまま置いておきましょう。それではもう乾いて1時間以上経ったので取ってみたいと思います。今回は大丈夫ですね。このような状況だと痛くも痒くもないので、ではヘナトリートメントをしていきたいと思います。ヘッドオイルトリートメントのことをアーユルヴェーダでは白アビアンガと言います。この後のヘナトリートメントをより効果的にするための前準備としてしっかりしていきましょう。まずは手にたっぷりの椿油を取り、オイルで頭皮を洗うように流していきます。前方にある前頭筋、その後ろ帽状腱膜という腱膜、そして後方にある後頭筋、左右両側にある耳の上側頭筋、全体的に揉みほぐしながら流していきます。どこも大切ですが、頭頂この部分はアーユルヴェーダでいうところの大きなマルマ、アディパティ、そして第7サハスラーラチャクラにあたります。周波数の大きい気の出入り口なんですね。また百会というツボでもあります。つまりとっても大事なエリアなんですね。しっかりとオイルで流していくのはもちろんですが、この大きな気の出入り口のところから頭の中のいらない雑念や真っ黒ないらないものをイメージして、それが出ていくところ、光のキラキラした綺麗なものが入ってくるイメージをしましょう。そして内側に深く深く入りながらさらに流していきます。額の生え際に白髪が出ることがあります。この場合は女性ホルモンのバランスを崩しているということですので、前頭筋のところをよく揉みほぐして癒しのホルモンを流していきましょう。頭頂部の帽状腱膜は筋肉ではなく腱膜です。そのため毛細血管が少なく、頭皮に栄養が行き渡りにくいため、ここが滞って地肌が硬くなったりすると、薄毛、白髪、宿毛、抜け毛などの原因になりやすいです。そのまま下の方に下がって後頭筋です。ここが硬くなると肩こり、頭痛だけでなく腰の方までこりと痛みが広がっていきます。後頭筋が硬くなると額のシワが目立つようになります。パソコンや携帯などをやりすぎて目が疲れたり神経が高ぶったりした時などは、この側頭筋をよく揉みほぐしてください。携帯の画面を見すぎた場合にはピッタが上がってピッタ性の頭痛になることもあります。その場合も同様にしっかりと揉みほぐしていきましょう。またここをよく揉みほぐしてあげることによってお顔のリフトアップにつながります。お顔の表情筋のトリートメントやエクササイズを一緒にしてあげることにより、さらに効果が上がります。そちらは次回のセルフトリートメントのところでさせていただきます。今回は分かりやすくするために白アビアンガの頭部だけにフォーカスしてご説明させていただきます。それでは今までさせていただいた説明を一旦もう潜在意識には入ったので
忘れるぐらいの気持ちで自由にリラックスしながらやってみましょう。はい。まずは頭頂部分まで揉みほぐしていきます。スイッチバックで行っては戻り、行っては戻り、時々は優しく掴んであげて引っ張ってあげたり、ゆっくりと揉みほぐしていきます。こうやって白アビアンがしていると髪の毛が相当数抜けますが、1日100本ぐらいは抜けるものなので気にしないでしっかりと揉みほぐしていきましょう。頭皮の冷えから地肌がガチガチになって血行不良になり、そして白髪が生えてきやすいバータタイプ、考えすぎ使いすぎから燃やして白髪になってしまうピッタタイプ、老け状態になったり炎症を起こして湿疹ができたりする場合もあります。ブヨブヨの水はけの悪い状態から冷えにつながり白髪が出てくるカバタイプです。あなたはどのタイプでしたか？あなたがそれを知ることによってますます美しくなるきっかけとなれば幸いです。ご自分のことをまず知っていきましょう。そして慈しんでいきましょう。ついあくびが出てしまいますが、失礼しました。ですが、あくびの一つ二つするぐらいのリラックスモードでさらに揉みほぐしていきましょう。これは動の瞑想です。もっともっと深く深く内側に入っていきましょう。そろそろ準備が整いましたね。ではヘナを塗っていきましょう。それでは適温のヘナを適量とって頭頂にゆっくりと乗っけていきます。この時鼻からゆっくりと吐いて、吐き切ったらゆっくりと深く大きく吸って、ご自分のテンポで繰り返してください。その深く入っていく深度によりヘナやアーユルヴェーダハープの音形の受容量は増えていきます。そしてあなたを癒してますます美しくしてくれることでしょう。これは先ほどの白アビアンガの時と同様、動の瞑想です。あなたのお好きなようにお好きなだけお時間をとってこの気持ちよさに浸ってみてください。それではヘナを塗っていきます。ご自身の頭を上から見て、イヤトゥイヤ、耳から耳でセンター真ん中で分けた4等分にします。一番最初はこの図のように1から塗り始めていきます。1と2はスライス幅 1.5 から2、ご自分のお好きな感じで、また白髪の量により様子を見ながら塗布していきます。後ろ側の3と4はもう少し厚めのスライス幅2センチから3センチぐらいの間隔で、白髪の多い方はそれに応じたスライスで塗布していきます。とはいえ指でもう簡単にザッザッザッと適当にいい塩梅でやってみることをお勧めします。アーユルヴェーダの白レーパ、薬草湿布という考え方から、毛先までつけるというよりは地肌にたっぷりとつけていきます。毛先はついでという感じでも構いません。
最後にまとめて塗布しますので、構わずにどんどん塗り進めてください。塗り方のポイントとしては、伸ばしてうまく全体を塗ろうとせずに、地肌ら辺に、地肌付近にポンとのせるという感じです。決してこすらずにどんどんのせていくという感じですね。その方がうまく塗れます。あとは置いたところを何度も何度も必要以上に触らないことです。せっかくきれいに置いたヘナを何度も何度も触ることによって取ってしまうことになりかねないのでご注意ください。1から4まで塗り終わりましたら、最後にセンターの3と4の間、頭頂からもう一度ざっくりと塗ります。そしてフェイスライン、耳の後ろ、ネーブにかけてぐるーっと塗って、全部の髪を一つにまとめたら、最後にもう一度毛先までたっぷりとつけます。白髪一本一本を染めるというよりは、白レーパ、薬草湿布の考え方です。地肌、畑の状態を良くすることによって経費吸収させて全身を巡り、ホルモンバランスを整えたり、心と体のバランスを調和させることにより、悪いもの、つまり白髪がなくなるという考え方です。とはいえ、ヘナは髪のタンパク質ケラチンに絡みついて染色していきます。またその方によりケラチンのタンパク質の含有が少しずつ違うので、皆さん全く同じ色が出るとは限りません。そこがヘナの面白さでもありますね。昔の人は白髪を数えるなと言いました。つまり細かいことは気にするなです。あとは最後にチェックをして、フェイスラインの白髪、もみあげのところの白髪、あとはご自身で気になるところ、たっぷりと付け足してあげてください。理屈はさておき、ヘナやアイルベータハーブを楽しんで使ってみてください。そして魅力に触れてみてください。あなたがますます美三昧でありますように心より願っております。ヘナトリートメント、白レーパが終わりまして、タオルを巻いてキャップをかぶりました。この時白湯をたくさん飲んで解毒浄化を促しましょう。帽子をかぶって眼鏡をかけて手を石鹸で洗います。手を洗ったらマスクをしてお買い物に行きたいと思います。私が描いたメヘンディヘナタトゥーの美三昧のバッグを持ってお買い物に行ってきます。余ったヘナペーストはこのような容器に入れて冷蔵庫で保管します。使用する期間の目安としては約1週間程度です。月に3回のしっかりとしたヘナトリートメントの後のアフターケアとしてヘナシャンプーをおすすめします。ヘナは 2,3 日かけて解毒と着色を繰り返していくので、トリートメントの後 2,3 日後にヘナシャンプーをしてあげることでさらに解毒と着色を繰り返していきます。私はいつもドライヤーを使いませんが、今回も簡単に手ぐしだけで仕上げてみました。ここら辺少し茶色いですよね。皆様お疲れ様でした。ヘナトリートメントはいかがでしたか？皆様がますますお美しくありますように心より願っております。次回続きましてセルフケアシリーズ第2弾美三昧流セルフトリートメントをやっていきたいと思います。どうぞお楽しみに。またね。